今回はあまたに存在する攻撃封じなどのロックカードから、昔のカードに絞って紹介します。ロックカードはゲームのフィニッシュを確固たるものにし、重宝されてきました。早速紹介していきましょう。預言者マリエルは2003年12月発売の DM8 と、かなり古くから存在するロックカードで、自他問わずパワー3000以上のクリーチャーは攻撃できない。シンプルながら大型クリーチャーを置物状態にする、効果を持っています。自身のパワーは1000なので、ローズキャッスルの前では無力ですし、死亡遊戯などの、最軽量呪文でも除去できるので対策は取られやすいですが、場に居続ける限りは時間稼ぎという面で、強力なアドバンテージを得ることができます。このカードを使った有名なコンボとして、マリエルエンフォーサーというものがあります。マリエルエンフォーサーとは預言者マリエルと、ノーブルエンフォーサーというクロスギアを使ったコンボです。このカードも攻撃ロックになるカードで、誰ともクロスしていないとき、パワー2000以下の、クリーチャーの攻撃とブロックを封じる効果を持っています。これと預言者マリエルと組み合わせることで、パワーが2000より大きく3000より小さいクリーチャー、例えばパワー2500のクリーチャーやコブラ、デュエマン、などのパワーを持ったクリーチャーくらいしか、攻撃できなくなり、この隙にボルメテウスホワイトドラゴンを、複数体出してダイヤモンドソードで、自分だけ攻撃できるようにし安全に殴り切ることもできます。また預言者マリエルを入れたデッキは耐え切って、相手の山札切れを狙うデッキが多く安全に勝てる反面、ロングゲームになりがちな側面があります。また預言者マリエルの除去手段がないと罪になることも、懸念してか預言者マリエルは2007年11月15日に殿堂入り、現在も解除されることなくリストに居座っています。精霊王アルカディアスは2002年12月発売の DM4 に収録されました。昔のカードでロックといえばアルカディアスを思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。誰も光以外の呪文を唱えられない効果は登場当時も現在も強力で、過去では確定除去であるナチュラルトラップやデーモンハンドの元打ちとトリガーケアができ、現代ではナウオアネバーや、青魔道具を構成する呪文も止められます。現代では精霊王アルカディアスの、誰も光以外の呪文を唱えられない効果を、アルカディアスモモキングが引き継ぎ、環境で活躍しています。アルカディアス系統のカードはロック性能を有するものが多く、この動画ではあと2枚紹介しますのでお楽しみに。精霊王アルファディオスは精霊王アルカディアスが、転生した進化クリーチャーで、精霊王アルカディアスが持つ、誰も光以外の呪文を唱えられない効果に加えて、誰も光以外のクリーチャーを召喚できない効果が追加されました。光以外のクリーチャーを召喚できない効果のおかげで、クロックなどの強力なシールドトリガーのケアができるようになり、フィニッシュの安定性が向上しました。コスト10と現代デュエマでは普通にマナを貯めて出すことは、困難ですが、最近の活躍だと墓地対価における、バルカディアネックスの攻撃時のリクルート先に指定して、対価に使ったヘブンキットに進化する使い方がありました。その場合は完全上位互換の精霊王アルファディオス GS がほとんどですが、聖ガイアキングアルカディアスは2007年12月発売の DM26 で登場した光闇の7コストの進化クリーチャーで、進化条件は多色クリーチャー1体とかなり簡単で、効果は相手が多色以外のクリーチャーがバトルゾーンに出すとき、代わりに墓地に置くというクリーチャーをバトルゾーンに出す行為自体を制限する、非常に強力なロック効果を持っており、現在プレミアム殿堂入りのクリーチャーでもあります。聖ガイアキングアルカディアスの場合100発人形マグナムとは違い、代わりにというテキストが入っているとその行為を置換するため、バトルゾーンに出た時の能力を封じるため、アクアサーファーなどのクリーチャー除去や、コウガニンハヤブサ丸などの受けの役割のクリーチャーでの、逆転要素をほぼ封じることができます。キングアルカディアスの登場当時は白黒緑のネクラカラーで、フェアリーライフやブライ聖者スカイソードでマナを伸ばし、そこからキングアルカディアスを展開するターボデッキや、現代の 5C コントロールの原型である 5C フェアリーミラクルというデッキに採用されていたことが多かった印象です。ちなみに聖ガイアキングアルカディアスの帰還効果ですが、帰還効果に帰還効果は重複しないというルールがあるので、ゴーストタッチなどで手札を捨てさせるとき、うっかり売券を踏んでしまったら、キングアルカディアスを除去されてせっかくのロックが台無しに、競技では使えませんが殿堂ゼロで使う際はプレイングミスには気をつけたいですね。更新流スペルデルフィンは2006年12月発売の
DM22 で登場しました。旧コストの光のドラゴンで、相手は手札を表向きにしてプレイする結構珍しい。アルティメット覗き見ピーピング能力と、見ている手札の呪文の数だけパワーが2000上がる。パンプアップ能力に加えてメインである、常時相手の呪文を封じる能力を有しています。ちなみに更新流スペルデルフィンが呪文ロックの初代です。呪文ロックが強力なためロックカードとしての扱いに目が行きがちですが、ピーピング能力も結構使えて、相手の次の動きを把握しやすくなるのはもちろん、忍びなどの受け札なども見られるため攻撃時の安心材料としての役割も十分果たせます。登場当時はプレミアム殿堂入りした、ボルメテウスサファイアドラゴンと入れ替わる形で、ナスサファイアに採用されました。当時はインフェルノゲートはプレデンではなかったのと、除去手段が呪文頼りだったこともあり、デッキパワーの低下は、ビビたるものでした。その後は連ドラやビッグマナに採用されることが多く、特にビッグマナでは先ほど紹介した、聖ガイアキングアルカディアスとの組み合わせで、ほとんどの動きを制限できるため脅威になっていました。時代が進むごとに呪文ロックのカードが増えていき、同系統でいけばコードキングナンバー9や古代楽園もアイランドが挙げられますが、光文明で言えば元々のパワーが高い。ナンバー9とドンジャングルストロング7で踏み倒せ手札も見れる。スペルデルフィンで差別化できますし、自然文明のモアイランドではフィールド展開を封じる能力と、バトルに勝った時相手のシールドを3枚マナに送る能力をも持つが、ドラゴンサポートを受けられない点と、スペルデルフィンやナンバー9よりコストが1多いところで差別化できるためスペルデルフィンは現代でも、採用が検討できる1枚になっています。スペルデルフィンの小ネタですが、スペルデルフィンが場にいるとき見ないでハンデスするときは、手札を公開されているにもかかわらず、見ないでハンデスすることになります。目隠しはしなくていいですが、常識の範疇でプレイしましょう。基本的にはカードの位置をシャッフルしてもらい、カードを手で隠すことになります。石像男は闇文明コスト6の名前に男とあるので、種族はおなじみヘドリアンです。バトルゾーンの自分のクリーチャーが5文明すべてを揃えているとき、相手はシールドトリガーを使えないという癖のある、ロック能力を持っています。性能としては現在プレミアム殿堂入りのカーストーテムに、かなり厳しい条件をつけた性能になっています。登場当初は場に5文明揃えること自体が厳しすぎるため、面白い効果なだけでそれ以外は見向きもされていませんでした。しかしデュエマのカードタイプはだんだんと増えていく中で、フィールドや魂度のシールドトリガーは召喚封じや呪文封じでは、防ぐことができないため、シールドトリガーを封じるカードとして、石像男が注目されました。現代デュエマでは革命チェンジの登場などの踏み倒しや、全体のカードパワーの上昇により場に5文明揃えることが、容易になりました。例えば高速ザベルデがいればそれだけで、5文明の条件を達成することができ、従って、デッドダムドのデッキに1、2枚採用を検討できるようになったり、デドダムとドギラゴンの罵倒でも5文明を達成できるようになるので、石像男は一時期競技でチラチラ見かけるレベルになりました。石像男以外にもシールドトリガーを封じるカードはあり、場にいるだけで機能するカーストーテムや攻撃していれば、そのターン封じられる無双強行ガラムタなどがあります。バキュームクローラーは組み合わせによってロックを発揮できる、面白いカードになっています。ターン終了時に自分のクリーチャーを手札に戻すという、自分のクリーチャーを使い回せる能力を持っています。爆走戦記レッドライダーズと組み合わせれば、ほぼ毎ターン相手のマナを墓地に送ったりできるのが当初は、面白い組み合わせだった印象です。バキュームクローラーを使って決まれば強力なロックがあり、フーマードラクは自分と相手のマナゾーンから1枚選び、山札の上に置く効果を使うとあら不思議。自分が不利にならないカードを相手の山札の上に固定できるではありませんか。相手の手札が0枚の時に、このコンボを使うと相手は引いたカードを基本的に手札に抱えるか、マナゾーンに置くことしかできなくなるため、ロックが成立します。その間に着々とスペルデルフィンなど、安全に殴れる状況を作りシールドを殴り切りましょう。間違いなく嫌われます。でもそれがデュエマの醍醐味でもあります。今回は、昔のロックカードについて、ロックの種類と実践面での解説をしていきました。強すぎてプレデンしたものや時代が追いついて使われたものなど、様々ありました。皆様にも使われて思わず声を上げそうになったロックカードが、あると思います。もしありましたらぜひコメント欄で教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。
良ければチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。